おはようございます。たかしです。本日は9月29日金曜日、ただいま10時23分。それではポンド円とドル円の相場分析をやっていきましょう。最初にお知らせです。明日9月30日までポストプライムのプライム登録 75% 割引を実施中です。この期間にご登録いただくと3ヶ月間ずっと 75% 引きでプライム会員をご利用できます。詳細は概要欄にあります。それでは前半はポンド円、後半はドル円の分析をしていきます。まずはポンド円の冷やしからです。現在今のところイメージしているのがこういう動きですね。現在地付近で揉み合ってからの次上昇になるのか下落になるのかというところを今決めている、そんな最中です。現在は GMMA の青帯の下に潜り込んできてますので、昨日買い足では比較的強めの上昇はしてきているものの、やはり上値は重いと考えられます。ここから上昇していくためには、まずは GMMA の青帯を上抜ける必要がありますので、なかなか強めの上昇してこないとそれが達成はできませんので、今はまだ上値が重いだろうというふうに思っておくのがいいです。ただし GMMA が横ばいですので、現在地付近でレンジになるということも考えられます。今イメージしているのは GMMA の青帯を天井として、この青帯の下でのレンジをイメージしているんですが、 GMMA 横ばいになってくると上抜け下抜けっていうのがしやすいですので、この辺りでのレンジですね。直近の高値の 186.7ぐらい、それから直近安値の 176.3 付近、この辺りでのレンジですね。大きくはその間でのレンジっていうのを考えておくといいと思います。と考えると、現在地からまだ下落して176円台っていうのを目指す可能性もありますし、現在地から上昇して186円台を目指してくる可能性、どちらもありますので、今はどちらに行く可能性も 50% ずつということを考えておいた方がいいと思います。チャンネル登録してね。では4時間足です。4時間足はこの緑のトレンドラインに沿って下落してきてましたが、昨日それをわずかに抜けてきました。現在は GMMA の青帯も上抜けつつありますので、ここで定着するのであればもう一段高、この緑の矢印の動きですね。直近の高値ぐらいまで 183.4 付近までの上昇を考えておきたいです。現在はダブルボトムからの上昇とも考えられますので、その今ネックライン付近にありますよね。ここを明確に上抜けてくればここから上昇できますが、ここを上抜けられないと現在地と直近安値の間でのレンジになってくると考えますので、まずは本日昨日の高値を4時間足のローソク足の実態で上抜けられるかどうかというところに注目です。今はトレンドラインを上抜けてきてますので上昇する可能性もありますが、基本的にはまだ下落トレンドを崩しておりません。目線は下のままですので、ここから再び下落トレンドに戻っていくということも考えられますので、そこは注意です。では1時間足です。4時間足に引いてあったトレンドラインがこの緑のラインですね。1時間足では明確に上抜けて、なおかつ1時間足は上昇トレンドを作ってきております。GMMA の青帯が上向きになってきてますので、一旦はこの GMMA もしくはこのトレンドラインぐらいまでの戻しを待ってからの次の上昇というところを考えておきたいですね。意識されるだろうラインがこのオレンジのラインですね。182.7 付近と 183.4 付近とありますので、まずはそのあたりまでの上昇、ここを超えてくれば次のラインまでみたいな、そんな考え方ですね。ただ本日まずは昨日の高値を明確に上抜けてこられるかっていうことと、それからもう一度押しですね。しっかり押しがまだ作れていませんので、 GMMA の青帯付近、トレンドライン付近、その付近まで下落してくるのを待ってからの次の上昇を見ておくといいと思います。このままスルスルっと上がってきた場合は 186.7 付近を明確に上抜けてからの次の上昇の流れについていくのがやりやすいと思います。では次はドル円を見ていきます。日足からなんですが、まず日足はオレンジの平行チャンネルの中で動いてまして、その上限っていうのが現在地ですとだいたい151円台っていうところですね。現在地からこのまま垂直に上昇すれば151円台ぐらいまで上昇していくという考え方になるんですけれども、昨日の動きを見ていても現在は調整の動きをしそうな、そんな感じですね。ストキャスティクスはずっと高値圏に張り付いてますので、いつ日足単位の調整の下落が起こってもおかしくない。ただし今ドル円下落する要因はありませんので、まずはここでの揉み合いですね。現在地付近で揉み合ってからの次の上昇に向けての値固めをしていく、そんな期間に入ってくるかもしれません。そうなるとここで 1,2 週間揉み合ってくるかもしれませんので、そんなイメージも持っておく方がいいと思います。基本的には上昇トレンド中ですが、現在はそこの中での調整の揉み合いをしてからの次の上昇につながる可能性がありますので、値幅調整で一旦下落ができないのであれば、現在地付近で日柄調整が行われますので、その辺をイメージしながらトレードしていくのが良さそうです。では4時間足です。先ほどの日足の平行チャンネルはこのオレンジのラインなんですが、4時
間足はそれとは別に赤い平行チャンネルですね。過去ずっと意識されているこのラインを見ております。そしてそこに一昨日到達してきたんですね。一旦上抜けてその後戻されている。現在はこの平行チャンネル上限からの動きを見ておきたいですね。過去の動き、やはり平行チャンネルの上限に来たところではそれなりに下落してきておりますので、今回もそれなりに下落する可能性は考えておきたいです。ただ今、ストキャスティクスの過熱感解消の今期間なんですけれども、だいぶ解消されてきましたよね。まだでももうちょっと下落余地がありますので、本日ももう少し調整の動きをする、もしくは下落方向への動きを見ておきたい。おしめ買いを考えるのであれば、ストキャスティクスがもうちょっと安値圏に入ってからの次の上昇のタイミングを見ておくといいと思います。ただちょっと気になる動きがありまして、マクディが今ダイバージェンスを起こしかけているんですね。ということはここから次大きめの下落につながる可能性もありますので、そこは注意。この平行チャンネルの上限にありますので、当然ここから平行チャンネル下限を目指すというような動きになってもおかしくありません。過去の動きを見ていてもそうですよね。ということは、ここから平行チャンネルの下限を目指すような動きになるのであれば、このダイバージェンスからの下落が発生するでしょうし、現在は平行チャンネルの上限付近に張り付いてますので、ここで日柄調整を行ってからの次の上抜けということも考えておきたいので、まずは現在地付近どちらに抜けるのか。基本は上昇優位ですが、このダイバージェンスが完成すれば大きく下落する可能性もありますので、そこには警戒です。では1時間足です。1時間足 GMMA の青帯に沿って上昇してきましたが、昨日はこの GMMA 付近での動きが鈍くなってきましたよね。反発上昇するにもその力がないように感じます。ということは、ここからもう一段下落するというふうに考えられますので、そうすると緑のゾーンぐらいまで、だいたいこの過去のこの辺り揉み合ってますよね。この辺りまで下落してくると考えますので、だいたい149円割れから148円台ってところですね。148円のミドルから149円ぐらいの間のところに今この緑のゾーンがあるんですが、この辺りまでの下落を考えておくのがいいと思います。そしてここまで下落してくれば、次は4時間足単位での反発の上昇に入っていくと考えますので、その辺を見ておきたいですね。ただし4時間足マクディはダイバージェンスを起こしているということですので、その辺も注意。今は4時間足の調整の下落中、なおかつ日足の調整中ですので、4時間足の調整が終わってそこから上昇していって直近の高値を超えてくればこの上昇トレンドは継続ですが、4時間足調整が終わってそこからの上昇で直近の高値を超えられないのであれば、ダブルトップでの日足の調整下落に入っていくと考えます。その場合は先ほど言いましたように赤の平行チャンネルの下限付近まで下落する可能性がありますので、そこは注意です。基本的には押し目買いですが、現在はその高値圏、チャンネルの上限にありますよね。ですので、ここから一旦の押しを作って、そこからの上昇になるならいいですが、今、浅い押しでずっと上昇してきてますので、こういう時っていうのは、一回深い押しを作りに行く可能性、もしくはこのままじりじりと分かりにくい動きをしながら上昇していく可能性がありますので、分かりにくい動きをしている時のトレードっていうのは危険ですので、控えた方がいいと思いますので、まずは4時間足の調整が終わるのを待つ。その調整が終わってからの次の上昇のタイミング、なのでこの緑のゾーンぐらいまで下落してきて、そこからの次の上昇のタイミングを見ておくのがいいのかなと今は思ってます。それでは本日は以上です。この動画がわかりやすいと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ポストプライムという SNS 限定でプライム投稿という有料投稿もしております。こちらは日々の相場分析で環境認識を鍛え、週末限定動画でスキルアップをする至れり尽くせりの内容です。丁寧でわかりやすい解説には高い評価をいただいておりますので、気になる方は2週間の無料期間からお試しください。詳細は概要欄をご覧ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。